こんにちは、もしおです。今回は最新のベルトスクロールアクションゲームミュータント・タートルズシュレッダーの復習をご紹介します。2022年8月25日に発売された任天堂スイッチ用のパッケージ版ソフトですね。ここのところメガドライブネタが続きましたが、今回ご紹介するミュータント・タートルズシュレッダーの復習はレトロゲームの新作ともいえる 2D ドット絵のゲームで、メガドライブやスーパーファミコン時代のゲームが好きな方であればお楽しみいただける内容になっていると思います。個人的にはタートルズというキャラクターには特別な思い入れはないのですが、ベルトスクロールアクションゲームとして非常に評価が高いようなので、国内の任天堂スイッチのパッケージ版が発売されるタイミングで購入しました。ダウンロード版が先行販売されていて、すでに100万本の売り上げを達成しているとのこと。パッケージ版はやや割高にはなりますが、標準でサウンドトラック CD などの特典が付属しています。国内でタートルズのゲームといえばコナミのゲームという印象がありますよね。89年にファミコンで発売された激カメ忍者伝を皮切りに、90年のゲームボーイ版ティーンエイジミュータント忍者タートルズ、91年のタートルズ2、92年のスーパーファミコン版タートルズインタイム、メガドライブ版のリターンオブザシュレッダー、93年のミュータントウォーリアーズなど、コナミからさまざまなシリーズ作品が発売されました。これ以降もタートルズ関連ゲームはさまざまな機種で発売されていますが、そのほとんどは海外のみの発売となっています。今回ご紹介するシュレッダーの復習はコナミ作品ではありませんが、92年にスーパーファミコンで発売されたタートルズインタイムを強く意識した内容のベルトスクロールアクションゲームになっています。開発したのは海外のディベロッパーですが、グラフィックもプレイ感覚も当時のコナミ作品を踏襲したものとなっていて、タートルズインタイムの続編といっても全く違和感がありません。今回の動画では本作ミュータント・タートルズシュレッダーの復習を開封、概要をざっとご説明させていただいた後に、序盤のステージを3タイプのキャラクターでプレイしていきます。ベルトスクロールアクションとしての完成度は抜群ですので、タートルズのキャラクターに馴染めないという方でもお楽しみいただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それではミュータント・タートルズシュレッダーの復習開封していきます。この動画をご覧になっている方の中にも、毎回ダウンロード版とパッケージ版どちらを購入しようか迷ってしまうという方がおられるのではないでしょうか。本作の場合、ダウンロード版がパッケージ版よりも2ヶ月近く前に発売されましたので、すでに購入してしまったという方もおられるかもしれませんね。 YouTube でゲームを紹介するという点では発売が早い方を選択するのがベストなのだとは思いますが、個人的にはパッケージ版が存在するのであればパッケージ版を選択してしまいます。ダウンロード版の方が便利で効率的なのは分かっているのですが、レトロゲーマーの悲しい習性でしょうか。結局割高で不便なパッケージ版を選んでしまいます。ダウンロード版とパッケージ版の実売価格の差は本作の場合で2000円くらい。製造や流通のコストを考えればある程度納得のいく価格設定のようにも思えます。今回は特典が付属するので割高な印象も少し和らぎますよね。本作ではオリジナルサウンドトラック CD とアクリルジオラマスタンドが付属していました。アクリルジオラマスタンドは好みが分かれそうな気がしますが、オリジナルサウンドトラック CD はなかなか嬉しいですね。 CD には当時の主題歌の最新カバー曲など28曲が収録されていました。おまけとしてはなかなか充実しているのではないでしょうか。ただ贅沢を言わせていただくなら、本作は技が多いので操作説明書をつけてくれると重宝したかもしれません。ミュータント・タートルズシュレッダーの復習をプレイする前にざっと概要と操作方法を確認しておきます。ミュータント・タートルズシュレッダーの復習のパッケージ版は2022年8月25日に発売。ダウンロード版の方は6月の発売で、発売から約1ヶ月で100万本の売り上げを達成し話題になりました。開発は海外のディベロッパーでトリビュートゲーム。ドット絵の 2D アクションゲームを得意とする会社のようですね。販売はドット絵ミとガメラゲームス。
国内でのパッケージ版の販売はハピネットが担当しています。価格はパッケージ版が税込み5280円、ダウンロード版が2599円ですが、パッケージ版の発売日の実売価格は4000円台半ばという感じでしたので、価格差は2000円程度ですね。ゲームのジャンルはベルトスクロールアクションで、約30年前にスーパーファミコンで発売されたティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズインタイムをリスペクトしたような内容になっています。タートルズインタイムは海外ではアーケード版も出ていたようですね。主人公は特性の異なる6人から選ぶことができます。プレイを進めていくとケイシー・ジョーンズがアンロックされ7人となるようです。最大の特徴は6人同時プレイが可能なことでしょうか。任天堂スイッチであればオフラインでもオンラインでも6人で遊べます。ステージに相当するエピソードは全部で16。序盤のステージでも1ステージ5分程度かかりますので、スムーズにエンディングまで進めたとしても1時間以上のボリュームになるかと思います。ゲームの方は道中のジャコを倒しながら右へと進んでいき、最後にステージボスと戦うというベルトスクロールアクションの王道ともいえる内容となっています。操作方法はこちらの説明映像をご覧ください。基本操作は当時のベルトスクロールアクションを踏襲していますので、ジャンプボタンプラス攻撃ボタンというおなじみの操作ですんなりとゲームの中に入っていくことができます。30年前と異なっているのは、そこから派生する操作や技が多いことです。最初から全て覚えようとすると混乱してしまいますので、無理に覚える必要はありませんが、非常に多くの技が用意されています。攻撃は攻撃ボタンを連続で押すことで発動する連続技はもちろん、他のボタンとの組み合わせやタイミングでも様々な技が出せるようになっています。また技のつながりも充実していて、空中コンボでポイントを稼げたりと今風の仕上がりになっているのも良いですね。必殺技はボタン操作との組み合わせで複数用意されています。使用することで体力が減ったりすることはありませんが、使用するには忍者パワーと呼ばれる必殺技のゲージをいっぱいにする必要があります。必殺技のゲージは敵を攻撃することで溜まっていき、いっぱいになったところで1回必殺技を出すことができます。地道にゲージを貯めていっても良いのですが、実は挑発ボタンを押すことで一発でゲージを満タンにすることができます。挑発中は無防備になり、敵の攻撃を受けやすく、挑発中に少しでもダメージを受けてしまえばその挑発行為は無効になってしまいますので、いつでも使えるわけではありませんが、敵が少ない時やボス戦では意外と使えることが多かったりします。画面内に敵がいない時でも挑発は有効なので、比較的簡単に必殺技ゲージをフルの状態に保つことができます。あと便利な機能として回避アクションがあります。 A ボタンでバク転が発動しますが、このアクション中は基本的に敵の攻撃を受けません。ダウンして起き上がる時など他のアクション中にも使えます。敵に囲まれた時やボス戦にも重宝しますので、うまく活用したいですね。それではミュータント・タートルズシュレッダーの復讐序盤のステージをプレイしてみたいと思います。ゲームはストーリーモードとアーケードモードがありますが、今回はアーケードモードを3ステージプレイします。特性の異なる3人のキャラクターのアクションをご覧いただけるよう編集させていただきました。
Ninja Turtles! Shredder's Revenge. Let's kick some shell! Hi-ya! Select your hero. Turtles, let's get our shells and gear. Jaw-breaking news. Hi-ya! Hi-ya!
Hi-ya! Hi-ya! Hi-ya! Dino of time. Katana slash! Hi-ya! 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 Snout height. Ugh. Looks like another victory for the forces of good. Cowabunga! You snooze, you lose, Toyo. Big Apple, 3 p.m.
Say your prayers! Ow! Any comments? Any comments? Any comments? Ugh. Any comments? Ow! My horns! Gah! What a scoop! Cowabunga! Out of the way, you freak joints! Mutants over Broadway.
Big time! We're gonna stomp you wimps! I trust I have done my work. Cowabunga! いかがでしたでしょうか。序盤のエピソード3つだけで15分前後、全部で16エピソードあるようなので、ベルトスクロールアクションとしてはなかなかのボリュームだと思います。まだ購入したばかりで遊び尽くしたわけではありませんが、ベルトスクロールアクションとしては完成度が高く、個人的にはとても気に入りました。良かった点をざっと挙げておきます。まずは遊んでいて得られる爽快感ですね。技が豊富で適当に操作していても面白いように技がつながり、自分が上手くなったかのように錯覚させてくれます。空中コンボもこれでもかという感じで入りますので、とても気持ちよく遊ぶことができました。難易度がほどほどなのも良いですね。1画面にたくさんの敵が出現し、囲まれてしまうこともありますが、それを回避するアクションが用意されていますし、必殺技も気軽に使える設定になっています。少しコツが分かったら必殺技に頼らないプレイスタイルを選択すれば良いわけで、プレイヤーの腕に応じてそれぞれが楽しめるような設計になっているのではないでしょうか。特性の異なる主人公が7人用意されていて、16のエピソードが楽しめるというボリュームも良いですね。今回はアーケードモードをプレイしましたが、ストーリーモードの方はやり込み要素もありますので、ベルトスクロールアクションとしては長く遊べそうです。6人同時に遊べるというのもすごいですよね。初心者の方でも気軽に楽しめるゲーム内容なので、人が集まった時に遊べば盛り上がりそうです。これはぜひ多人数で遊んでみたいと思いました。気になった点はそれほどないのですが、強いて挙げるとすればエピソード間のデモなどがシンプルなことでしょうか。デモシーンは1枚絵のことが多く、アニメのように動いたり喋ったりすることはほとんどありません。ただこれは意図的に当時のベルトスクロールアクションに似せてシンプルな演出にしているだけという可能性もあると思います。あとは最近のゲームにしてはキャラクターのサイズが控えめなようにも感じましたが、敵が大量に出現する点、6人同時プレイを想定するとこれくらいのバランスがちょうど良いのかもしれませんね。全体としてはさまざまな点が高いレベルでまとまったベルトスクロールアクションゲームだと感じました。ここ最近で発売されたベルトスクロールアクションゲームの中ではトップクラスではないでしょうか。ベルスクアクション好きでもタートルズのキャラクターに馴染めないという方もいらっしゃると思いますが、それを理由にこのゲームをプレイしないというのはもったいないかもしれません。機会がありましたらぜひ一度遊んでみていただければと思います。タートルズ関連ではもう一本ベルトスクロールアクションもストックがいくつかありますので、またご紹介させていただく予定です。そちらもぜひよろしくお願いいたします。それではまた。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。